ウーバーでブラジル側イグアスに向かいます。めっちゃいいホテルでした。外から撮っておきましょう。昨日夜だったからね。結構ちゃんとしたホテルです。ちゃんとしたホテルっていうかビジネスホテルですね。昨日終わりのご挨拶できなかったんですけれども、昨日そのまま寝ちゃいました。ということで今日はですね、イグアスの滝ブラジル側に行きます。今日も一緒に楽しんでいただけたらと思います。9時33分だ。私9時半の予約してたんだけど大丈夫でしょう。チケットを持ってて9時半だけど過ぎても大丈夫ってことで、ロッカーもう分かりやすいね、こっちの方が。違う、ここで買わなきゃいけないんだ。Okay. So yeah, I'd like to use. You need to buy the lockers. Yes. Okay, here. Here? Yeah. Just the one? Just one. Yes. なんかサイズは全部同じみたいだね。Would you like to enjoy this tour, lady? No. ボートはどうですかって聞いてこられるけど。昨日もうね、今日乗れるわけにはいかないので、昨日来れてよかった。本当は今日ここでボート乗る予定で朝早い9時半のに予約したんだけど、大丈夫だったからね、よかった。さあどうしようかな。今日ここでどのぐらい時間を費やすかで次もう一箇所行くかどうか決めようと思います。というか急にポルトガル語になってウーバーのお兄さんと翻訳で喋ってたんだけど、ちょっと難しいね。また言語が変わると私の脳みそがパニックになってます。もう覚えが本当に悪いわ。さあ今日も一緒に楽しんでくださいね。現金だけって言われたんだけど、ロッカーはカード大丈夫だよって言ってくれたので支払いました。だいたい日本円でね1400いくらぐらいになったんで、1500円ぐらいかな。アルゼンチンのところよりはちょっと安い感じかなぐらいですね。で、昨日のロッカーは何度もピックアップが好きな時に開けられる感じだったけど、ここは1回限りって言われました。なので昨日行った感じ、このイグアスの国立公園全体がですね、この近辺全体電波が非常に弱いです。でこの多分公園内のパーク内のこういう窓口があるところは Wi-Fi が使えるはずなので Wi-Fi をゲットした方がいいと思います。昨日の私の経験からなんですけど、で、動いてる最中はその電波を拾うのに結構バッテリーがなくなりやすいんですね。なので必要な時に使えるように機内モードにしておくことをお勧めします。で、コンセントはあちこちにあるけど、そのグローバルなコンセントではないので必ずこのブラジルで使える、多分タイプ C、今日のホテルタイプ C だったのでそれを持っていこうと思います。着いた時と帰る時だけ使えるロッカーというふうに覚えておいてください。で今コインをもらったのでそれで好きな場所選んで大丈夫だそうです。空いてるところを選んでくださいってことでした。どこにしようか、覚えやすい5番にしようかな。これでいいか。はい、これにしよう。よいしょ。なんで私は今日はもう UV パーカー着て移動しようと思います。暑いけどね。あと水とか持って、あとは電源コンセントね、今言ったやつ入れてきます。はい、こんな感じ。結構入りますね。大きいスーツケース入りますよ。手をこれでちゃんとしっかりはまった。5番忘れないようにしないと。そしてこのキーもなくさないようにしないと。9時49分、もう50分だ。15分ぐらいこういう感じになってるね。でエントランスに向かいます。でここもですね、今のところここオラフライ5本バッチリ立ってますけど、昨日のアルゼンチン側もエントランスは大丈夫だったけど、この後どうなるかっていうところですよね。この辺もね観光地なのでそんなに危険な感じはないですね。みんな同じような感じでスマホ持って歩いたりとかもしてます。
オンラインで買っといた方がいいですよ、早めに。なんか混むから時間枠を作ってるっていうだけで、それより早くなければ大丈夫みたいです。ちょっとぐらい遅れても。すっかり私は20分以上遅れてますけど、ここがサファリのなんだっけ、ボートツアーか、申し込み場所ですね。当日来ても購入できそうですよ。結構本数も多いと思う。で、昨日行ったアルゼンチンの方のボートツアーはトータルで2時間か2時間半ぐらいかかるので、結構時間ないと間に合わないかもしれないですね。あと昨日みたいにバスがなくなってしまうので、もう一回アルゼンチン側の方に行ってブラジルに行くというような流れになると思います。でもなんとかなりましたからね。で、ウーバーから、ブラジル側に着いたらもうほとんど地元の人で、私しか降りなかったのでバスは行っちゃったんですけど、その後もなかなかねバス来る気配なかったんで、ウーバー呼んじゃった方が早いと思います。ウーバーもなかなか捕まらないのは電波が非常に弱いからなんですよね。だいぶ並びますね。ここからバスに乗るんだ。なんか今日ここで終わりそうな気がする。本当は行きたいところもう1箇所あったんだけど、なんか行けたら行くにしとこうかな。1時ぐらいまでに空港着きたいなと思ってます。今10時なので多分ここで終わりかな。今ね10時7分なんです。ここでチケットを見せて、パスポートとチケットを見せて、ここからバスに乗るみたいです。まだここはエントランスで、まだパークの入り口に立ててない感じ。Conéctese con el parque de forma consciente y respete los horarios y orientación. はい、到着しました。10時40分。よし。日本人の方にお会いして、ちょうど目の前のところにいて、いろんな情報を仕入れました。すごい、なんか半年間南米旅してるんだって。羨ましい。私もう一回行きたいです。ここ結構ね、アルゼンチン側に比べるとコンパクトな感じですね。で、大体ですね、到着してから今1時間ぐらいかけてここに来たような、このパークの入り口に来るような感じなので、結構時間を余分に見ておいた方がいいと思います。で、彼女はですね2時の飛行機を予約してるって言ってました。で、私もですね5時の飛行機を予約してるんですけど、国内線なので、ちょっと、3時間前じゃなくても大丈夫だとは思うけど、この南米の飛行機はですね急に早まったりとかするんですよ。なのでできるだけ時間余裕見ながら行こうと思います。だからリュック持ってきてよかったです。ここから、空港まではですねだいたい15分ぐらいで行けるみたいです。電波はね一応は立ってるんだけどとっても弱いです。本当にすぐなんだこっち。あれ灯台みたいなの昨日見たやつですね。アルゼンチンので、歩いてる人いる。向こう昨日歩いたとこだ。ちょっと iPhone の方がズームが効くのでこっちで映してます。昨日歩いてた、今人がね歩いてますけど。で、なんかさっき会った日本人の方はなんだっけな、アルゼンチン側でボートに乗ろうとしたら水が少なくって今日はやってないとかなんとかって言われたそうです。そういう時もあるみたいですね。さっき会った人に高山病のことを聞いたら、私と同じ下痢症状になってたそうで、やっぱり同じくせいろがん全然効かなかったってことだったので、私もちょっと現地の薬局行ってこの下痢止めをもらおうと思います。なんかおむつとかしてたって。でも本当にねそのぐらいね危ない感じなんですよ。私はなんとかギリギリ耐えてますけどそのぐらいなので、ちょっと今日時間あったら薬局行こうかな。空港にも薬局があるので聞いてみようと思います。もういよいよせいろがんなくなっちゃうと不安しかない。なんか現地のが一番効くって言ってました。今日もまだね治ってないから心配なんですけど、なんとか胃腸が整ってほしいですね。ということで到着。
このねボートツアーも濡れるけど滝の方に突っ込むことはないみたいです。今寒気だからちょっと水少ないのかな、もっと普段はあるのかな、どうなんでしょうね。なんかまだ濡れてるとこも、あ、ここにもわあ、色が違う子もいる。可愛いけど噛みつかれるとすごい怖いやつ。滝じゃなくてこの子ばっか見てんだけど、おー、あまり近づくと噛みつくからね。すごい量の、ほら、うわ、めっちゃ多いんだけど。まだまだ続いてます。多分このコースバスで登ってきたところを歩いて降りて元の位置に戻るっていうような感じな気がする。わかんないけど一方通行なんできっとそうだね。今400メーター歩いたよっていうところですね。あと残り1キロぐらいですかね。1キロだと、早く歩けばすぐだけど意外とすぐ終わっちゃいそうだね。そうするとゆっくり行きましょう。ここに休憩する場所がちょっとありますね。上行ってみようか、せっかくだし。展望デッキになってるんだ。ずっと気がつかなかった。下でずっと見ちゃった。なんか出口につながるスロープでした。なのでまた続き行きましょう。あと1キロぐらいありますからね。鳥がいる。お、珍しい鳥ですね。これ映ってる？黄色いお腹と黒いカラスみたいな黒いのと、あ、行っちゃった。キャーって声が聞こえる。ボートで昨日突っ込んだとこですね。なんかやっぱり両方見るとちょっと面白いですね。こういう違いが見れて。それにしてもずっとこっちもそうだけど向こうまでずっと滝が続いてる。昨日全景を見てたアルゼンチン側の展望デッキ見えますよ。 iPhone でズームします。なんだ、ちょっと勘違いしてた。あそこに見えるわ、まだ旗が。なんか滝がちっちゃくおかしいなとは思ったんだよね。まだまだ先がありましたね。ちょっと下降りていってみよう。こっちから降りろ。もしこれまでのだけだったら物足んないもんね。ちょっと奥まで行けるんだったら行きたいな。あれ、これで最後なのってくらいみんな写真撮ってる。そんなわけないと思うよ。もうちょっと行くんじゃないかな。いますね、人が。だからあそこまで行けるんだ。ナイアガラもアメリカ側とカナダ側ありますけど、圧倒的カナダ側がおすすめです。こんな感じだ。写真撮ってもらおう。お写真上手そうな人に撮ってもらいました。写ってる。よかった、記念になるわ。ここでちょうど 0.9 だって。あと600メーターか。じゃあ時間がですね、今11時40分ですね。時間の目安にしてください。結構ゆっくり私来てますよ。お守り代わりのハンカチなんですけど、結構な大判なのでメモを変えながら使ってます。だんだん近づいてきましたね。こういうなんか歩いて回るのもいいですね。昨日は電車とバスだったけど、それはそれでまた楽しいけど、いい場所でご商売されてますね。
本当このぐらいに来ると本当に水が飲みたくなる。冷たいのがね、しかもね。で今ムシムシしてます。で結構今日日差しが強いと思って長袖にしてきたんですけど、なんか曇り空で日差しなくって、ただ蒸し暑いだけですね。今日は気温もちょうどいいかな。涼しい、過ごしやすい感じ。半袖でちょうどいいです。でこの半袖なんですけど、今日鏡見て初めて気がついたんですが、プーノで洗濯出したじゃないですか。でその洗濯がですね、ちょっと糸つれこの辺とかね、こんな感じでポコポコ浮いてたから鏡で映ってて、なんだろうと思ったら全部ね、糸がこんな感じでほつれてました。だからいい服はランドリー出さない方がいいかもしれない。で私は今回だいたい1000円未満で洋服を選んで購入して、軽いもので乾きやすそうなもので薄くて丈夫そうなものを島村で1000円ぐらいで、用意してますので、別になんかこうなったところで大丈夫なんですけど、なんかちゃんとした服にした場合ちょっとがっかりしちゃうかもしれないので気をつけてください。全然私気がつかなかった。話してたら滝が見えてきました。もうちょっと下の方まで降りていきますね。なんかあれだね、怠け者みたいな感じでグダーってなってますね。で口先が結構とんがってるのが特徴かな。尻尾のしましまはアライグマに似てますよね。昨日よりちょっと低い場所で見れる感じかな。いや、裸足で歩いてるお店大丈夫なの？なんかここからのこの眺めもなんかいいですね。で、あそこが昨日いたアルゼンチン側で、ブラジル側がその下だから、下から正面を見るような感じですね。楽しみ、行ってみましょう。じゃあクレジットカード使えるの強いね、やっぱり。はい、食べよう。まず見学しましょう。お花咲いてる。これはさ、向こうからじゃわからないね。黄色いお花が咲いてますね。うわー、めっちゃ迫力。下から見れるんだ。ちょっと広角つけてみようか。これでどうです？だいぶ広く見えますね。すごい。まだまだ先がありますね。先の方まで行ってみましょう。ここね、水しぶきが飛んできますよ。反対もこんな感じ。気持ちいい、なんか気持ちいい天然のシャワー浴びてる感じ。ミストだね、ミスト。ここまで暑かったから気持ちいい。で、見て、なんかエレベーターがあるよ。上まで登れるんだ。多分別料金な感じなのかな。でもさ、高さから今度は何が見えるんだろう。ちょっと先行ってみましょう。気持ちいい。ちょうど反対側、滝が流れていく。すごい勢いですね。しかもこの水量のすごい。毎日がアドベンチャーです。なんで見どころばっかり回ってるけど、皆さん旅に来るときは計画を綿密に練ってから来ますか？例えばイグアスの滝来たらここ見ようとか、全部コースとかを事前に決めてから来ますか？それとも到着してその場で決める派ですか？私はほとんど到着してその場で決める派なんで、全部一回この辺もいろんな方の YouTube は見てきたんですけど、やっぱり来てみないとね分かんないし、時間の目安とかも
だからあんまりこのスケジュールを過密にしないようにしてるんですけど、ここは滞在時間意外と長めに取っといてよかったなと思いました。ここが、最終地点ゴールですね。でこの後また入り口に戻っていくような感じだと思います。じゃあちょっと奥まで行ってみましょう。これか。めっちゃ渋滞してた。渋滞。やっとゴール地点まで来ました。結構めっちゃ人すごくて、手伸ばして撮ってます。見えてますか？はい、来た。すごいのよ、人が。おー、やっと来れたで。すごい迫力。来たで、イグアスの滝、ブラジル。私もアイス買おう。ものすごい激戦の場所でした。すごかった、人が。何買おうかな。買いました。すごかったよ、人が。ものすごいえぐい感じ。なんか今日月曜日なんですけど関係ないですね。月曜日でも日曜日でも。ここが悪魔の喉笛というところです。驚き音がね、悪魔のこの笛のように聞こえたから言われてるのかな。すごい曖昧、説明。こういう説明下手くそなんだよね。でさっきいたのがあそこ、あの狭いところにもう人がねぎゅうぎゅうになってて、でずっとあそこずっとつながってるんですけど、だいたいみんな途中で写真を撮ったりとかするから、ここがね渋滞するの、人で。で今アイス食べて休憩したところで、私今、12時43分だから、今だいたいどのぐらいだろうね。ここ着いてから3時間ぐらいなので、ちょっと向こうまで時間がない人は一番端っこまで行くのはかなり時間ないと難しいかもしれない。でもクライマックスだからね、行けるといいですけどね。ちょっと手前のところでも全景見れますよ。私は頑張って一番端っこの一番いい場所まで行きました。粘った。ちょっとアイス食べて復活したので、そろそろまた先進みました。私はこの上から見れると、ブラジルの国旗がありますね。あっちにお金かかるのかな。でまだブラジルレアルも現金キャッシュを持ってないんですけど、ブラジルとアルゼンチンは、キャッシュは持つ予定はないので、そのままクレジットで過ごそうと思います。これでいいや、今回のお土産。やっぱ半袖欲しいなと思って1着買います。パジャマにしよう。荷物増やさないようにしてるんだけどさ。いや、これはいいでしょう。お土産買いました。一目惚れした T シャツ。さあ、なんかエレベーター乗れるっぽいね、これ。お金払うわけじゃなくて、これに乗って戻ってくみたい。また上から見る景色。同じ景色の連続ですけどね。で、並んで。いちいち並ぶので、時間が結構かかりそう。エレベーターじゃない人は階段で行ける。時間かかるから階段で行きましょう。歩くと450メーター、エレベーターの場合は並びます。
では登っていきましょう。同じ景色の連続ですけどね、目に焼き付けておきたいですね。ちなみに時間は今1時11分です。なんかちょうど良かったかもしれない。来た時は時間余るかなと思ったんですけど、お土産も買えるし、最後コーヒーぐらい飲んで空港向かいたいですね。今時間1時15分。そんなにかかんなかったね。歩いた方が早いわ。数分でしたね。登ってくるのにエレベーターで何時間も30分とか待つのかね、あの人数だったら。なんか情報によると2時間ぐらいあれば結構十分っていうのがあったけど、私もうすでにもうさ3時間超えてるんですけど、なんかやっぱり個人差がありますよね。私は結構ゆっくり回る方なんで、写真撮ったり動画撮ったり、そんな同じような方がいれば参考になればと思います。これですね、動画でたくさんお伝えしてますけど、私もねいろんな方の動画見てきたんですけど、もう来ないと分かんない、やっぱり当たり前だけど、この凄さはね映像では伝わりません。来た方がいいですよ皆さん。ここはそんなに体力使わなくても来れるから、ぜひツアーでもいいし、機会があったら来てみてください。ちょっと端っこ行っていい場所を見つけましょう。もう来れてよかったな。もう悔いなしですね私。なかなか来れないからね。アルゼンチン側からはこの滝は、見えないと思いますね。方向からしてアルゼンチンは向こうからこう来て、あっちの大きい滝を見るんですよ。ブラジルはすぐ近くで大きい滝を見れます。だから意外とブラジルも楽しめますね。ちょっとゆっくりしよう。コーヒーじゃなくてね、モヒートにしました。美味しそう、おしゃれ。いくらだったんだろう。なんかね、全然電波が来なくて。美味しそう、すごい丁寧に作ってくれますよ。45レアルだったからいくらだろうな、1200、1300、そのぐらいだと思います。じゃあこれ飲んだら空港に向かいます。めっちゃ美味しい。ということで皆さん、イグアスの滝いかがだったでしょうか。今回はアルゼンチンとブラジル側両方行きましたけれども、両方行ける方は両方行かれると別の楽しみ方ができると思いますのでおすすめします。で、ボートツアーは圧倒的にアルゼンチンの方がいいと思います。もうブラジルに乗ってないから分かんないけど、滝に突っ込むのはアルゼンチンだけですね。あと電車に乗ったりとか、ああいうなんかちょっとトラックみたいに乗ったりするのもアルゼンチン側だけなので、ぜひおすすめです。なのでどっちかしか行けないんだったら、私ならアルゼンチンの方かな。時間がなくてちょっと見たいっていう人はブラジル側っていう感じですかね。だからアルゼンチン到着してこのイグアスのブラジル側に来ることもできるから、両方使い分けられるといいと思います。で、空港まではここから15分ぐらいなので、バスで向かおうかなと思いますけど、ウーバーとかも捕まればウーバーでもいいかな。どっちでもタイミングのいい方で行こうと思います。多分ね、あんまりウーバー変わんないんだよね、金額が。しかし美味しい、止まんない。あっという間に飲み終わっちゃった。なんかバス、もう一回バス乗りみたいですね、やっぱり今。2時5分なので、ここからまたものすごい並んでます。今ね、2時17分なんで、
そんなに並ばなかったですね。10分ぐらいかなって思います。ここ平和すぎてブラジルにいるってことを忘れそうなぐらい観光客いっぱいですよ。今んとこ危険な感じはないので大丈夫なんですけど、よいしょ。なのでツアーで来られてもいいし、個人で来られても十分楽しめると思いますので、こういうところは来てみましょう。大丈夫ですよ皆さん、私が来れたから。Próxima parada, Estación Circuito São Paulo. 2時42分、大体30分ぐらいやっぱり乗ってましたね。もともと2時に出る予定だったのに1時間遅れちゃった。国内線だからね大丈夫だと思いますけれども、この後荷物ピックアップします。結構時間かかるので、ゆとり持って行かれるといいです。私はちなみにですね、今日は5時25分の、飛行機になります。さあこの後またバスを探さないと。さすがに今からはいないですね。さあ空港行きのバスがあるはず。空港行きのバスはここで待ってれば来るそうです。で青いバスで、ロッカーは向こうにある。今もう荷物ピックアップしてます。重たいけどね。バス乗れました。2時57分。クレジットカードを使えて、すごい安いんだけど、今決済来た。161円だって空港まで。めっちゃ安いじゃん。で入り口にあそこの今後ろ面になってますけど、あそこでカードタッチします。安いね。ウーバーだと1200円ぐらいだから断然バスがおすすめ。ホスドイグアス到着しました。バスね10分ぐらいです。これ市バスですね。自分でボタンを押すんだけど降りる人いたからよかった。私もちょっと油断してました。ということでチェックインしちゃいましょう。ラウンジあるみたいなんでラウンジに向かいます。今3時10分です。全然余裕ありでしたね。よかった。私が乗る飛行機ありました。5時17時25分ですね。予定通り。なんか今のところ何の遅れもなく来れてるわ。今の時間3時15分。早いね、あっという間でした。お土産ね。こういつもさ、デューティーフリー入るとすぐデューティーフリーあるんでね、買いたいけどね。またパスですね。ボーディングまで88分ありますよって優しいね。ちょっとゆっくりラウンジで過ごそう。ここかな、すぐでしたね。これなんだ、すごい種類が多いです。パンとスイーツチーズ、アルコールも全部ほとんど揃ってる。ご飯が美味しそう。カレーみたいなのと持って帰れるお菓子とサラダとサンドイッチ。美味しそう。すごい種類が豊富。ここのラウンジ2本目です。というかね、途中で片付けられちゃったんだけど、さっきのはちょっとほろ苦な感じだけど、これね甘いです。スパーテンっていうのかな、甘い感じ。なんかさっきのは、日本でいうとドライに似てるかな。これはどっちかっていうとなんだろう、キリンかな。あんまり私ドライ以外は飲まないんですけどね。今夜の、お宿なんですけれども、これから私が向かうのはサンパウロ経由でリオデジャネイロになります。で、昨日予約してるホテルからキャンセルが入ったということで、トリップドットコムから連絡がありました。で、代替えみたいな感じでホテルを用意してくれたんですよ。これさ、私アゴダで予約してなくてよかったと思って、で代替で空港近くにしてもらいました。
で今の価格が9874円だから比較的ブラジルはお値段お安い方かなと思ってます。よかった。で朝食付きですね。同じ条件でやってもらったんで、この 11,694 円、私が予約した時は6000円台だったような気がする。でもともと6954円で予約をしていたので、差額はトリップ.com で負担してくださるそうです。なんか良かった。だからね、支払い画面がこんな感じです。特別セールとかっていう風になってますけど、この分割引になってますけど、この差額はトリップが保証してくれたような感じですね。私ずっとほとんどがアゴダだったんですけど、アゴダはこういうのあるのかな、どうなんだろう、聞いたことないけど、これも前日に連絡が入って焦りましたけど、よかったです。でここ到着するのが10時近いので、空港を近くにして来ました。さあどうなるんでしょうか。ここはラウンジのトイレなんですけど、こんな感じで書いてますけど、ティッシュ流せないところ本当多いですよ。2箇所ラウンジあるんですけど、結局私は1箇所だけで過ごしました。ここからゲート5まで向かいます。結構ご飯種類豊富だったし、あとね、日本人の口に合うと思う。なんかこれまで来たヨーロッパとかのラウンジとかに比べても、なんかいろいろ食べれて美味しかった。しかもなんか次々にいろんなのが出てくるんですよ。だからちょっとずついろんなのいただきました。なかなかいいラウンジでしたよ。ここが2つ目か。ちょっと今回行かなかったけどね。今日はサンパウロ経由でリオデジャネイロに向かいます。ブラジルもなかなか楽しいですよ。これからですけどね。チェックイン始まってた。やっぱり搭乗始まってましたね。早いね。こんな感じで来るんですけど、トリップからも来るし、ラタムで登録してるから来るし、搭乗時間は4時35分の案内でした。チェックはなさそうですね、国内線だから。結構早いね、4時49分だもんね。出発はですね、5時25分。だいたい私いつもの感覚だと30分前なんだけど、結構南米早いイメージです。私みたいなギリギリガールはちょっと危険ですね。だから30分前でも間に合うかもしれないけど、早めに来とくのがいいですね。5時5分です。5時25分出発なんだけど、結構人いっぱいもう乗ってますね。だいぶ早い登場ですね。隣の方がブラジルの方で1泊しかしないって言ったら、すごい気に入るよって言ってくれました。あと荷物ももうね、ほとんどの人が搭乗してて上乗っけられなかったので、結局ね、こうやってリュック、パソコンだけ分けたけどあんま意味なかった。しっかりと入ります。ここスペースちゃんとあるから。今回逆さまに入れちゃった。だいぶ汚れてきましたけどね、食べ慣れた感じになってきてよかったかも。あとは USB があります。壊れてる。
última ciência que voltava aí, A320 だってだった。 Situação. Então, as boas-vindas para o voo de 3109 com o seu destino até São Paulo depois de boas conexões. Tempo de voo até Capital Paulista 1 hora e 20 minutos. Expectativa de chegada no destino ao redor de 19 horas. O tempo em rota é bom, assim como também será bom o tempo durante a nossa aproximação.